どうも皆さんこんにちは、アキラです。2025年、今カメラを買うならどれを買うべきか徹底的にね解説していきたいなというふうに思っております。ということで今年2025年カメラをね購入しようかと迷っている方多いんじゃないでしょうか。僕はねもう本当に多くのねカメラをね使用させていただいております。ありがたいことにねお仕事であったりとかこのチャンネルでもねいろんなレビュー動画をね制作してきております。もう本当にね昔のものからね最新のモデルまでねもう幅広く使ってきている中で今買うんだったらこれがおすすめかなと。そういったものを理由とともにね全て皆さんにねもう本音で今回全く案件も一切ないので全てね率直にね、皆さんに本音でお話しできればなというふうに思っております。でこんな感じでねたくさん今回カメラ用意しておりまして、後ろにもあるし、ここにもね、今回のラインナップあるんですけれども、大前提でね少しお話ししたいこととしては10万円以下のカメラっていうのは今回ね正直、ラインナップには含めておりません。というのもですねこれはねすごく難しい問題なんですが、10万円以下のカメラっていうのは存在はします。あるんですけど僕の経験上10万円以下で買うっていうのはなかなかおすすめができません。というのももう最近のねこのスマホ、これはね iPhone16 Pro Max になるんですけれども、もう性能が良すぎるんですよ。本当に写真も動画もねめちゃくちゃ綺麗に撮れるので、変にね10万円以下で頑張って探して買うんだったらちょっと後悔する可能性があるんですよ。なので僕はねやっぱりもうカメラを本気で楽しんでスマホとはねもう絶対に違うようなね写真を撮りたいっていう方はもうね予算は10万円を超えてくると、そういったところからスタートしないともうスマホでいいかなと正直僕は思います。なので後悔しないために皆さんがねカメラを買って使わなくなるっていうことが一番避けたいので、そういう理由からちょっと今回ねもう10万円っていうのはもう省いています。なので10万円で探す場合はちょっとね中古にもなっちゃうし、正直ねスマホでいいかなっていう僕の中での結論が結構あるので、ちょっとそれだけね最初にねお伝えしたかったなというところでお話をさせていただきました。最近のねカメラっていうのはもうやっぱりスマホよりもね楽しく綺麗にっていうね、そういう思想で開発されているカメラがほとんどなんですよ。なのでスマホよりも圧倒的に綺麗には撮れるんだけど、その分価格がやっぱ上がってしまいます。なのでねもう今はねカメラっていうのは新品で5万円とかで買えるっていう時代ではないです。正直もう15万円とか、安くても13万円ぐらいでね買えるような時代になっていますので、ちょっとねそれだけ前置きでね、説明をねさせていただきました。はい、というわけでねそれでは早速ね7つのね紹介をしていきたいというふうに思うんですけれども、まず1つ目はじゃじゃん、こちらでございます。はい。で、最初ね、前置きでね、あんなにね、10万円以下ではないよっていう風に話していたんですけれども、これだけは例外です。これだけは10万円以下で買えるめちゃくちゃおすすめのね、カメラになります。こちらですね、DJI さんの Osmo Pocket 3というね、ジンバル一体型のカメラという風になっております。はい、こんな感じで、ここの部分がね、ジンバルと言われる構造で、はい、全然ね、ブレないようになってるんですよね。なので、写真というよりかは動画を撮るのにね、最適なカメラになっておりまして、これね、めちゃくちゃね、今人気なんですよ。もう超売れまくってて、今ね、一家に一台あった方がいいんじゃないかっていうぐらいのレベルでビデオ撮影にはねすごく適したね、カメラになっています。僕自身もね、もうこれ2台をね所有しておりまして、プライベートと仕事両方ともね使ってるんですけれども、これはねめちゃくちゃいいカメラですよ。このね DJI Osmo Pocket 3はねどういったカメラかっていうと、こういう風なスペックという風になっております。1インチセンサーを搭載していて、動画撮影がね 4K でもスローモーションで撮影をすることができます。最大で 120fps でね撮れたりとか、こういったね回転式のねスクリーンによってこれでね、横の動画も撮れるし縦のね動画も撮れると。でさらに本体だけで 170kg で、D ログって呼ばれるねログ撮影ができたりとかね、めちゃくちゃてんこ盛りなねカメラという風になっております。でこのカメラがねめちゃくちゃ人気な理由としては、センサーサイズが1インチあるのでめちゃくちゃ画質が綺麗なんですよ。一般的にねカメラっていうのはここにセンサーが搭載されています。ここのセンサーの大きさで、結構ね大きく画質というか、光を取り込む量が変わるので、もう結構これがね画質にダイレクトに影響してくるんですよ。で基本的にねスマホのセンサー、iPhone とかって一般的なものだと 2.3 分の1型センサーで、このね Osmo Pocket 3は1インチ1型のねセンサーになるんですよ。でこういうねミラーレス一眼とかになってくると APS-C センサーっていうものが搭載されたり、もう最も大きなフルサイズセンサーとね呼ばれるものがあって、この1インチセンサーっていうのは、カメラほどミラーレス一眼ほどではないけれどもスマホよりもはるかに大きくて、めちゃくちゃね画質を綺麗に撮りやすいという風になってくるんですね。なのでこのね Osmo Pocket 3こんなに小さいのに撮れる動画っていうのがもう超綺麗で、もう僕ね本当に海外とかもういろんな日本国内もいろんなところにね連れ出してるんですけど、めちゃくちゃ綺麗にね、撮影ができるという風なものになっております。で操作もねめっちゃ簡単で、このジョイスティックをね2回押せばセンターに来て、3回押せば自撮りになると。でそのままね縦サイズのね動画を撮ることもできたりするし、あとはね美肌補正モードをね搭載していたりとか、音質もねめちゃくちゃ綺麗だったりするので、やっぱりねSNS で動画を配信するような方々には
めちゃくちゃおすすめできるね、1台になっております。で、購入方法は、この単体のね、コンボと、こういうね、クリエイターズコンボと呼ばれるね、もので買うこともできます。ここにはね、こういったワイヤレスマイクであったりとか、バッテリーを拡張するね、バッテリーグリップがあったりとか、あとはね、このね、三脚ですよね。こういう三脚をね、取り付けることができたりとか、あとはね、レンズをね、取り付けれたりとか、このバッグが入っていたりとか、これらまるっと揃ったクリエイターズコンボっていうのもあって、これで買うとお得だったりするという風になっています。で、価格もね、8万円切りますし、クリエイターコンボでも9万9000円、なんとか10万円切るということなので、今回最も安く動画撮影をね、スマホよりも綺麗に撮りたいという方は、このね、Osmo Pocket 3、マジでめちゃくちゃおすすめです。で、ちなみにこのね、Osmo Pocket 3でね、動画を撮影するときに、ラットって呼ばれるね、色のフィルターみたいなもの、そういったものを当てるだけですごいいろんな世界観で撮れるね、そういうラットっていうのがあるんですが、それをね、僕ね、販売させていただいてます。なので、Osmo Pocket 3で、ログ撮影とね、スタンダード撮影、どっちでも撮っておいても、めちゃくちゃね、綺麗にね、当てることができるラットって呼ばれる、写真でフィルターのようなものを、簡単にね、使えるようにね、しているラットパックがありますので、ぜひね、これ興味ある方はね、ぜひこちらも合わせてチェックしていただければなというふうに思っております。このカメラはね、2023年の後半に出たカメラなんですけれども、まだまだ現役で、まだ後継機は多分出ないと思うので、今年は多分出ないと思うので、予想やけどね、あくまで予想やから、あれやけど、めちゃめちゃ今年もね、バンバン使えるカメラです。ぜひチェックしてください。はい、というわけで続いて2つ目いきたいというふうに思うんですけれども、2つ目がこちらでございます。じゃじゃんと。キヤノンです。はい。キヤノン EOS R10 というカメラという風になっております。これもね、めちゃくちゃいいカメラですよ。最近ね、僕ね、ちょっと購入して、このカメラはね、2022年とかだったかな。で、そんなに超最新ってわけじゃないんやけれども、でもまだまだ全然使えるし、なんといっても価格がやっぱ安いっていうところで、めちゃくちゃお勧めしたいですね。このカメラね、新品でマップカメラとかであれば、11万8800円で購入ができて、中古が結構今安くて、9万円台とかで購入することができます。ボディのみになるけどね。ただ、ミラーレス一眼っていうのは、こういった風にレンズをね、交換できるという風になるので、レンズもね、ちょっと合わせて購入をね、する必要はあるんですけれども、逆にこういう風にレンズをこう取り付けて、取り替えて楽しむことができると。そういうのが、このね、ミラーレスカメラの楽しみ方でもあるという風になっております。で、このカメラのね、センサーは、ご覧の通り、はい、こちら APS-C センサーとなっております。なので、さっきの Osmo Pocket 3よりも、はるかに大きなセンサーになります。ただ、さらにね、もう一個上のね、センサーがあって、それがこのね、フルサイズセンサーですね。こっちの方が大きなセンサーになりますので、フルサイズほどはいかないんだけど、APS-C センサーの超ね、大きなセンサーを搭載しているようなカメラになっています。で、このね、フルサイズじゃなくて APS-C センサーであるということのメリットとしては、カメラがね、かなり小型で済むという風なところですね。一般的なフルサイズカメラっていうのはこのような大きさになりますので、結構大きいんですよね、やっぱり。それに比べると、かなりね、一回り小さいし、この上面とか見ても、すごくね、小ささがわかると思います。で、このレンズ、ズームレンズで F2.8 のものがついてるんですけど、こんなにね、小さく本来はできません。フルサイズだとね。やっぱり APS-C であることによって、カメラ本体も小さくなるし、レンズも小さくなると、そういう風なメリットがあります。で、このカメラはね、ただ小さいコンパクトだけじゃなくて、めちゃくちゃ普通に性能いいんですよ。こんな感じです。はい。最大2420万画素の最大 4K60 フレームで撮影ができると、10ビットで撮影することができます。フル HD だったら 120fps ですね。で、このスローモーションに関してよりね、詳しくお伝えすると、動画っていうのは写真の集合体でできてます。画像の集合体ですね。今ね、みんなが見てるこの映像も写真というか画像が合成して、それが連なって動画として見えてるわけですよ。で、動画っていうのは1秒間に何枚表示させるかっていうのがすごく大事になってくるんですね。で、これが FPS、フレームパーセカンドっていう風になるんですが、こういう一般的な YouTube とかって30枚で撮られることが多いです。あとは24枚もあったりするんですけど、映画とかだったら24枚で撮ったりとか、テレビとか YouTube は30枚。スポーツの中継とかスローにしたい時とか、滑らかにしたい時は60枚とかね、50枚とか、そういったところになってくるので、1秒間に何枚同時に記録できるかっていうのは、動画性能において非常に大事です。で、このカメラは 4K で60枚一緒に記録できると、1秒間に。なので、60枚撮っておけば、1秒間に30、さらに1秒間に30っていう風に、1秒間で撮っているものを2秒で表示させることができるんですね。これが 50% スローになるんですけれども、FPS の値が高く撮れるカメラっていうのは、スローモーションにできるんですよ。
これがね、かなり大事になってくるんですけど、これが最大 60fps の 4K で撮れるという風になるので、これ結構ね、動画性能めちゃくちゃいいんですよ。ただ、その場合、ちょっとね、センサーの処理が大変で、画角がクロップしてしまう 1.6 倍ぐらいあるんですけど、それちょっとしんどいんやけれども、でもね、スローモーションで撮れると。で、フル HD だったら120枚で撮れると。なので、120fps って結構滑らかになるので、そういうところで動画性能っていうのはね、かなりいいところになっています。で、そもそもね、このカメラね、キヤノンのカメラになるので、もうすごいね、メニュー画面もね、めっちゃ使いやすいんですよ。めっちゃシンプルで無駄のないね、設計になっておりまして、ここのね、ダイヤルの部分であったりとか、動画の記録であったりとか、あとはね、ここにファインダーがついております。はい。なので、このファインダーで、カメラをね、覗いて、写真を撮ることができるんですよ。これがね、もうカメラの楽しさやから、もちろんね、ファインダーを使わないカメラマンの方もたくさんいるんですが、やっぱりね、ファインダーで覗いた景色を撮るっていうのは、本当にね、カメラのね、醍醐味だったりするんですよね。で、このファインダーのね、画像っていうのもね、すごくカメラによって画質とかがあったりするんやけど、全然ね、十分楽しめるような画質になってるし、モニターもね、非常に綺麗で、なおかつバリアングルモニターになりますので、こういう風に自撮りがね、できるという風なモニターっていうので、すごくね、扱いやすさはあります。で、それでいてグリップ感もすごくあるので、落としにくかったりだとか、操作体験はかなりね、いいカメラになっています。本当に値段からはね、想像できません。で、さらにですね、僕のお気に入りポイントはここです。ここ。じゃん。内蔵のフラッシュが開きます。こんな感じで。ここを開けると、内蔵のフラッシュが開くので、これで撮ると、わかる？フラッシュで撮れます。これね、結構いいんですよ、本当に。やっぱりね、暗いシーンとか、夜のシーンとかでね、やっぱり明るく撮れるっていうのもあるし、ちょっとね、やっぱデジカメで撮ったような雰囲気っていうのも楽しめたりするので、これはね、本当に僕はね、このカメラの結構気に入ってるところになります。で、欠点としてはね、いくつかあって、バッテリーがね、この小さな方になるので、めっちゃ持つわけではないというところと、SD カードは1枚しか入りません。プロフェッショナル用のね、業務機とかは2枚入って、バックアップ取れたりするんだけど、その辺はできないようなカメラにはなっております。で、あとはね、ボディ内の手ブレ補正がないんですよね。電子補正だけになります。カメラっていうのはボディ内の光学式の手ブレ補正と電子式でね、2つあるんですけど、光学式のね、ボディ内手ブレ補正っていうのはすごく綺麗に補正できるんですよ。で、電子っていうのはもう、要はちょっと後処理みたいな感じで補正をするので、ちょっと歪んじゃったりとかね、ブレたりするんですけれども、ちょっとそれがね、入っていない。なので、電子のみにはなります。ただですね、このね、電子手ブレ補正結構効くんですよ。本当に電子手ブレ補正結構優秀で、しかも2段階あるんですよね。なのでかなり強い方にしておくと、割とね、この望遠側の 75mm とかで撮ったとしても結構ブレずにね、全然撮れました。はい、撮れます全然。なのでそこはね、結構いいかなと思います。で、あと強いて言うところで言うと、ちょっと数年前のカメラにはなるっていうのがあるのか、ローリング現象が結構ひどくて、カメラをね、横に振ると本来縦に映ってるね、例えばポールとか電柱とかっていうのがめっちゃ斜めになっちゃう、動画だとね。なのでいろんな動き物を撮るときにはあまり合わないです、これは。なので被写体のね、角度とかがすごい歪むので、できれば静止して撮るようなカメラにはなるかなというふうに思います。はい、という感じでいろんな欠点はあるものの、僕は結構推したいですね。EOS R3 っていうね、キヤノンのカメラでもかなりハイエンドなカメラがあって、それとね、同等の AF 性能があったりとか、あとはね、もうレンズもめちゃめちゃ小さいし、28mmF2.8 のレンズとかとつけたらもうめっちゃ軽くてコンパクトに済んだりとかで、僕はね、この単焦点の 50mmF1.8 っていうフルサイズ用のね、ものとかを使って写真を撮ったりするんですけど、ちょっと画角は狭いけどめっちゃ綺麗に写ったりとかで、普通にね、もうめちゃめちゃ使いやすくて、もう安心安全のキヤノンっていうところもあってね、国産メーカーでもあるので、これね、気になる方はぜひね、チェックしていただければなというふうに思います。はい、それでは皆さん続いていきたいなというふうに思います。続いてがこちらでございます。はい。じゃじゃんと、コンパクトで可愛いカメラですね。はい、これ起動するとこのような形です。こちら、リコーの GR3X というカメラになります。これはね、めちゃくちゃおすすめしたいけど、ちょっとね、おすすめしづらさがある。それは、購入ができないというところ。ただ、購入できるけどできないんですよ。完全にできないわけではなくて、購入パターンとしては、中古で購入する、もしくはゲリラ的に再開される受注開始、予約開始に間に合えばできるみたいな感じで、これすごい入手がむずいんやけど、入手できたらマジでもう最高のカメラなんですよ。っていうので、ちょっとまずね、紹介させてください。このカメラ、スペックはね、こんな感じになっております。はい。APS-C センサーをね、こんな小さい中に搭載してます。APS-C ですよ。フルサイズの次に大きい。APS-C がこの大きさ
さに入ってますと。で、有効画素数は2424万画素。で、動画性能は正直もう合ってないようなもんです。一応記録できるだけ。あんま綺麗じゃないです。で、重量が 262g、バッテリーメモリカード含んで、そのね、重さになります。で、他になんかね、特別な機能はないんですよ。もうこんなもんなんですけれども、このカメラめちゃくちゃいいのがね、いわゆるこういう一般的なミラーレス一眼っていうのは、レンズがね、取り外しできるというふうにお伝えしましたよね。これがね、この GR3 っていうのはできません。もうレンズがこれ固定なんですよ。で、ズームもできません。単焦点レンズっていうのがついています。で、そもそもね、単焦点とズームレンズの違いをお話しできていなかったんですが、こっちがズームレンズで、このようにズームをすることができます。ズームをするので、画角がね、はい、こんな感じで広角から望遠に、撮れるという風になっています。で、この単焦点っていうのはもうズームができません。一切できなくて、ただその代わり、ここの F 値の値ですね、これが一般的なズームレンズって F4 とか F2.8 までしかいかないんですけど、単焦点レンズってここがね F1.4 とか8とか、これは F1.2 までいけちゃうという風になっております。で、この F 値っていうのが値が小さくなればなるほど光を取り込める量が増えるんですよ。なので明るく撮影することができたり、背景がよりボケるんですよね。なので F4 と F1.8 とかって結構全然違ってくるんですけど、なので単焦点レンズはズームができないんだけど明るく撮れますよ。背景をぼかせますよ。で、ズームレンズはそこまで単焦点ほどはボケないんだけれども、でもズームできますよっていうようなメリットがあります。で、ここに関しては結構好みもあるんですけど、この GR っていうのはレンズも交換できひんのに、単焦点しかついてないんですよね。でもそれがめっちゃいいんですよ。ズームレンズって結構ある意味迷ってしまったりするので、もうこの1個の画角でしか撮れないという風になっています。で、焦点距離、いわゆる画角っていうのは、約ですね、換算で言うと、40mm ぐらいという風になります。で、この換算っていうのが、例えば 20mm、70mm のレンズであれば、小さい方が広角です。なので 20mm だと超広角で、70mm だと結構望遠側に寄れると。で、この GR3X は 40mm 程度になるので、それなりにね、寄っても撮れるし、引いても撮れると、結構万能な使いやすいレンズになってるんですよね。で、1個兄弟モデルの GR3 っていうね、X じゃないものもあって、そっちが 28mm ぐらいになるので、より広角に撮りたい方はそっちの方がおすすめなんですよ。っていう感じで、めちゃくちゃシンプルなんやけど、撮れる写真がマジで綺麗で、今ね、見ていただいてるね、写真があると思うんですけれども、これら全て GR3X で撮ってるんですよね。なんか信じられへんぐらい綺麗じゃない？本当にこんなコンパクトなものがそんなね、いい写真を撮れてるのかという風に疑ってしまうぐらいめっちゃね、撮りやすくて、でなおかつこう機動力もあるんですよね。もうこの小ささやから、こう例えばアウターとかのね、ポケットに入れておくこともできるし、さっと取り出して、で起動もめっちゃ速くて、電源入れますね。ちょっとシャッター押すまでいきます。せーの。はい、これで撮れました。っていう、この速さなんですよ。iPhone よりも速いし、どのスマホよりもね、どのカメラよりも速いっていうね、この速射性っていうのが、もう本当に優れたね、カメラになっております。で、この GR3 ってもう本当に最近めっちゃ有名になってきてるのもあったりとか、ブラックピンクのリサとかね、本当にこう有名なね、芸能人、セレブたちもね、たくさん愛用してるカメラっていうのもあったりとかも含めて、もうめっちゃ人気なんですよ。だって買いたいやん、これ。めっちゃいいやんってなったでしょ。でもね、なかなか手に入らないっていうのがあって、ただですね、ちょうど最近、今年の1月の15から17日ぐらいに、公式からね、抽選販売が再開されたりとか、定期的にね、その予約の購入とかのエントリーっていうのは受け付けられてはいるんですよ。なので、その頻度はね、もちろん高くはないんだけれども、でも、頑張れば手に入る、中古とかもあったりするし、僕はもう中古で購入したりとかで、頑張れば手に入るっていうところで、ちょっとね、紹介をさせていただきました。で、定価はね、13万9800円。こんなちっちゃいのにね、その値段はおかしいだろうと言えるぐらい高いんですけれども、でもその価値はあるし、なんならもう、中古はね、それ以上です。もうプレミアついちゃってます。なのでね、買っても絶対に損しないというか、いろんな意味でリセールバリューもいいので、後悔はしないカメラかなというふうに思っております。レビュー動画も出してるので、ぜひね、よかったら見てみてください。はい、というわけでですね、次、4つ目いきたいなというふうに思うんですけれども、次が、じゃじゃん、こちらでございます。はい、ちょっとね、これ、ニコンさんからね、お借りしてるんですけれども、僕、実際もう予約注文しました。はい、実際にもう僕、購入もしてます。はい。ただ、ちょっとお借りできている機体にはなるんですけれども、めちゃくちゃいいんですよ、Z52。ちょっと僕もね、まだまだこれからもね、バンバン使っていくという段階なんですけれども、これマジで良すぎるかも。これがね、一番最新かな、今回紹介する中では一番新しいモデルになってるんですけれども、ニコンの Z52 ですね。スペックこんな形になっています。このカメラも APS-C センサーとなっておりまして、動画性能が 4K60 フレーム10ビットで撮れたりとか、フル HD で 120fps で撮ることができますと。で、ファインダー236万ドットで普通にめっちゃ綺麗やし、モニターもバリアングルで、自撮りもね、Vlog も撮りやすいものになっています。
なっています。重量はね、ややあって 550g なので、若干ね、エントリーというか小型カメラにしてはちょっと大きいかなとはあるんやけれども、めちゃくちゃグリップもいいし、なんかこうカメラとしてめっちゃ楽しめるような、ものになっておりますね。で、このカメラもここ内蔵フラッシュが搭載されているので、フラッシュをね、使って撮影ができると。このね、撮影体験っていうのもめちゃくちゃいいカメラになっていますね。で、EOS R10 と同じくボディ内手ブレ補正っていうのはなくて、電子手ブレ補正にはなっちゃいます。なのでやっぱ動画撮影とかはもうめちゃくちゃ超綺麗に撮れるってわけではないんやけれども、でもね、動画性能は普通にちゃんと 4K60 とか、あとは N ログっていうね、ログ撮影ができたりとか、そういうようなものになっております。で、このカメラね、もう供給が追いついてなくって、予約してもね、すぐ届かないんですよね。で、そのね、理由とも言われてるのが、こう、エンジンがね、最新のものを積んでるんですよ。それがね、XPEED7 っていうね、僕ちょっとニコンのカメラそこまでめっちゃ詳しくはないんやけれども、どうやらもうニコンのカメラでもめちゃくちゃいい、AF とか、こう、エンジンとか、もう超上位モデルの Z9、Z8 みたいな、もうめちゃくちゃね、人気なもののすごいパワーを持ったね、カメラたちの、もうなんかその技術がここにバーンって入っちゃってるみたいな。それでこれが13万円台みたいな感じになってて、結構もうざわざわしてるというか、ニコンユーザーの方もみんな買っちゃってるみたいなね、超人気のモデルになってるんですよ。で、このね、カメラの面白いところが、この上面のボタンにピクチャーコントロールボタンっていうのがあって、これをね、使うことによって、こう、いろんなね、こう、カラーのね、バリエーションでね、撮影をできると、本当にね、いろんなこう、色のね、プロファイルでね、撮影をすることができるんですよね。で、このコントロールボタンと、アプリを使って、イメージングレシピっていうね、いろんなこう、フォトグラファーさん、カメラマンさんたちが作った色を、アプリを経由してこのカメラに入れることができて、その色で撮れると。で、そういう楽しみもあったりとか、あとシンプルにね、ここのね、写真と動画の切り替えボタンもあるので、写真撮りたいなと思ったら写真パチって撮れて、で、すぐ動画も撮りたいなと思ったら動画に切り替えれば、すぐにね、そこの変化ができると。で、動画撮影にね、役立つようなモードもたくさんあったりとか、この商品レビューモードとかを使えば、カメラのね、手前に持ってきたものにね、すぐフォーカス合わせて、こう何かものを紹介するときとかにピントが安かったりとかね、そういう風になったりするんですよ。という感じで、結構ね、補助するような機能もたくさんあります。で、写真とか動画のね、本当にクオリティとかも本当問題なくて、どうですか？めちゃめちゃ綺麗ですよね。結構ね、いろんなシチュエーションで撮ってみて、本当に使っていて、本当にね、この小型さからはね、想像ができないような写真がね、撮れるという風な印象があります。で、もちろんね、動画もね、綺麗に撮れるっていうのはあって、で、画質もね、すごくいいなと思います。ただね、ちょっと手ブレ補正がね、そこまで超強いっていうわけじゃなかったりとか、4K60 でね、やっぱクロップがどうしても入ってしまうっていうのがあったりとかっていうのは、一部ね、気になるところではあるんだけれども、動画もね、全然綺麗に撮れてるかなと思います。で、このね、カメラのね、すごくいいのが、タリーランプですね。ここにね、動画記録中に点灯するんですよね。なので、今撮れてるかっていうのが確実にわかると。撮り逃しがなかったり、撮りミスとかもなくて、そういう風に進むっていうところも特徴だったりしますね。で、あと個人的にね、すごくいいのが、このファインダーとこのモニターの切り替えのここのスムーズさがめっちゃ気持ちいい。本当にね、このファインダーをね、構えたらね、すぐにね、こっちに移って、こっちもね、すぐに戻ってくるっていう、ここのね、速さがすごい使いやすい。あと電源の起動の速さもすごくいいですね。なんかソニーのね、7-4とかって、ここのね、モニターがこうちょっと動いてると、ファインダーを覗いてもね、切り替わらないんですよ。これがまっすぐにならないと、ファインダー切り替えれなかったりするんですけど、なんかそういうのも一切なくて、どの角度でもすぐに切り替わるという、ここの使いやすさやべえみたいな。で、グリップ感もあるし、みたいな感じで、マジでこれ使いやすいカメラです。普通に写真のクオリティとかもちろんいいけど使いやすいです。で、一部ね、ちょっともう一個気になるところが、もうちょっとレンズが欲しいなと、この DX レンズっていうニコンの APS-C 用のレンズはもうちょい欲しいなと思うんだけれども、でも一方でね、こういうニコンのフルサイズ用の結構ガチガチのめっちゃいいレンズを使えば、マジでエグい写真撮れます。普通にめっちゃね、特にこの中玉とかでね、もうこのセットで使う人なかなかおらんねんけれども、でもいいレンズとかをね、さらに使っていくと、マジでいいのが撮れるので、なのでこのね、カメラで入門して、フルサイズまでのね、こう練習とかステップアップとして、いろんなレンズを試したりとかね、カメラを買って写真とか動画を好きになれるね、そんなね、カメラかなというふうに思います。他社製のね、同スペックのカメラと比べて、重いっていうね、ところはちょっと欠点ではあるんだけれども、この内容でこの価格は結構本当に安いので、これはね、結構選ぶ価値はあるんじゃないかなと思っております。で、ちなみにね、ちょっと番外編として、こっちもおすすめなんですよ。このね、Z52 はどっちかというと写真でおすすめしたくて、どっちかというと動画をメインでやりたい方は ZV-10-2 の方がおすすめだったりはします。これね、Vlog カムと呼ばれる、本当に動画撮影、SNS 向けのね、動画とかを撮るのにすごい適したカメラで、よりね、コンパクトなんですよ。やっぱこっちの方が小さくって、ファインダーもないんですよね。ファインダーがないので、もう写真を覗いて撮るとか、そういうこともできません。ただ、もうめっちゃちっちゃい。本
本当に軽くて高性能で、中身ほぼ一緒です。はい。めちゃくちゃね、綺麗に動画も撮れたりするし、写真もね、一応撮れたりするし、4K60 フレームの撮影であったりとか、とにかくめっちゃ綺麗です。で、さらにね、美肌補正モードとか、で、もちろん商品レビューモードも入っていたりするし、とにかく動画をね、メインに撮るっていう方は、僕はこっちが結構推したいかな。この Z52 もね、動画問題なく撮れるんですけれども、どっちかというと、写真とか動画両方ともカメラらしくね、楽しむっていうところで、動画をよりね、めっちゃガシガシ撮りたいっていう方は、こっちも結構おすすめかなと思ってます。とにかく小さいのでね。ZV-10-2 でね、僕結構本当にサウンド動画撮ってきていますけれども、普通にね、より綺麗に撮れることもできますし、ソニーのカメラってね、本当にレンズ資産がマジで良くて、もういろんなレンズがね、数多くありますので、フルサイズ用のレンズとかもね、APS-C レンズとかもね、もう本当にいろんなものを組み合わせながら撮影ができたりしますので、実際に僕もね、これ購入したものになるんですけれども、本当にね、おすすめなので、ぜひね、レビュー動画もよかったら見てみてください。はい、というわけで続いて5つ目いきたいなというふうに思うんですけれども、5つ目はこちらでございます。はい。ルミックス S9 ですね。はい。これがもう結構やっぱ結局おすすめかな。はい。で、このカメラは、じゃじゃんとフルサイズです。はい、フルサイズのセンサーを搭載したカメラになるので、やっぱ APS-C センサーよりもね、より大きなセンサーになるので、より背景はボケるし、綺麗やし、夜にも強いという風になってきます。でさ、それでいてさ、可愛すぎひん、このデザイン。マジでさ、もうデザイン買いしていいんじゃないかと思えるようなカメラになってます。このカメラのね、良さは、このバリエーションですね。カメラとしての美しさがあるというところで、これ張り替えサービスとかでボディのね、色を変えることができます。後ろはここだけしかないんですけど、これ変えたりできるし、購入時にここシルバーのね、軍艦部分か黒とかも選べたりするので、そこのね、楽しさはあったりしますね。より人と違うような、使い方ができるっていうのにもなっております。で、スペック的にはね、このような形になっております。有効画素数2400万画素で、最大 6K まで動画撮影できます。で、4K も60フレームの422 10ビットっていうね、よりめっちゃ綺麗なね、色情報を持った動画撮影もできたりするし、あとね、このカメラからやっとね、ボディ内手ブレ補正が入ってますので、本当にね、もうめっちゃ手ブレ効きます。やっぱりボディ内手ブレ補正入ってないカメラに比べてボディ内も使えるし電子手ブレ補正も使える、それらを組み合わせるともうめっちゃ効くので、特にルミックスのカメラってもう手ブレ補正がマジで強いんですよ。むっちゃくちゃ強いので本当にブレない綺麗なね動画が撮れたりします。どっちかっていうとね動画向けではあってファインダーがないんですよね。なのでここすごいフラットですよね。なのでファインダーを除いて撮るような行為はできないし、写真はそこまでなんかこれである必要はないかなと思います。はい。なんですけど動画を撮るっていうところにはすごく良くて、あとはねこのバリアングルモニターになるので、はい、自撮りをねすることもできたりするし、あとねこのカメラにはここにラットボタンっていうのがあって、このねボタンを押してラットをね当てて撮影をすることができます。ちょっとね先ほども話していたラットっていう写真でフィルターのようなものを、切り替えて撮影をねすることもできたりするので、これがリアルタイムラット機能というのがあるんですけど、これを使えばさっきのねニコンでいうピクチャーコントロールみたいな感じで撮影ができます。で公式のホームページにね僕のラットも入っていたりとか、いろんなフリーターさんのねラットもあるので試してもらえたらと思うんですけど、そういうような楽しみ方ができるようなカメラになっていますね。このカメラがねおすすめな理由としては価格ですね。安い。もうルミックスは安いです。めちゃめちゃ。はい。で性能もね普通にいいって感じ。もうめっちゃいいってわけじゃないんやけど、安くて性能もいいから使いやすいし買いやすいですよねっていうのですごくおすすめです。このカメラね新品やと20万8000ぐらいするんですけれども、今も中古で結構安くなってて16万円台で確認できています。だいぶ安くなったね逆にねルミックスのカメラ結構価格が落ちやすいっていうね、逆にデメリットはあるんやけれども、逆に買いやすいという風にも捉えることはできますし、あとね、広角ズームレンズとかあと単焦点とかね結構キットレンズで買うとさらに安かったりをしたりするので、そこら辺もね良さだったりはしますね。フルサイズをそれなりの価格で安くね手に入れたい、でなんならね人と違ったカメラを使いたいっていう方にはめちゃくちゃおすすめかな。僕がねちょっと苦手なところというか気になるところは 4K の60フレームで撮影するときに結構クロップがね 1.5 倍かかるっていうのと、あと画質が劣化するっていうのがあんま好きじゃないところではあります。はい。そこら辺の注意点はあるので、よかったらねこの動画もレビュー動画めちゃくちゃ頑張って作った動画がありますので、このカメラがいいなと思った方はぜひねこの動画に行っていただければなというふうに思います。はい。というわけで続いて6つ目いきたいというふうに思うんですけれども、次がソニー 7C2 です。
はい。すいません。これだけちょっと実機がないんですけれども、今ね、撮ってる 7-4 というね、カメラがあるんですが、これをよりコンパクトにしたカメラになっています。この 7C2 は、このね、ルミックスの S9 ともかなりね、性能も似ていたり、こうデザイン化も結構似てたりするんですよね。ただ価格がね、さらに10万円ぐらい高くはなってしまいます。でもですね、僕的にミラーレス一眼を今、なんだろうな、写真も動画もとにかくこう万能に楽しみたいっていう方には、一番お勧めしたいのがこれかなと思ってます。で、お前なんで持ってないねんっていうところなんですけれども、いや、僕はね、7-4というカメラを使ってるんですよ。今こっちのカメラで撮ってる7-4を使っていて、このカメラが結構本当に気に入っているんですよね。で、このカメラを持っていて、中身がほぼ一緒だから 7C2 に乗り換えるかって言われたら、そこまではいかない。でも7-4をね、今持っていなかったら 7C2 を買うなっていうところで、だったら 7C2 かなっていうので、こちらをお勧めしたいという風な形です。中身のね、スペックはほぼ結構もう7-4とね、割と似ています。てか、ほぼ一緒です。7C2 であれば、このスペックにさらに AI プロセッシングユニットっていうソニーのね AI チップっていうのが入ってるので、被写体のね認識能力がめちゃくちゃいいんですよ。鳥とか電車とか人とかなんか動物とか飛行機とかそういうのを捉える力っていうのはめちゃくちゃ強いんですよね。それが入ってる。でもこの7-4はそっちは入っていませんっていう大きな違いがあったりとか、逆に 7C2 だと省かれているところは SD カードが1枚しか入らないっていうところ、7-4だったら2枚入るっていうのが良さであったりとかするんだけど、それはできない。で、ファインダーが中央じゃなくて横にあると若干ね光軸がちょっとずれるかなというふうにはあったりするかなといったところでもですね、重量がバッテリーと SD 含んで 514g だし、ボディ内手ブレ補正もちょっと高かったはずですね。5軸7段なので手ブレ補正マジでめちゃ効く。で、アクティブ手ブレ補正っていうね、ソニーの電子手ブレ補正も効くというところで、マジで超万能なんですよ 7C2 は。なのでフルサイズで写真も動画も両方楽しみたい、オートフォーカスも万能に使いたいっていう方はもうこれがね間違いないと思います。はい。僕もね 7-4 がもうめちゃくちゃ気に入ってるんでずっと使ってるんだけれども、これ持ってなかったら 7C2 買うかなといったところです。はい。で、ワンチャン今年ねこのね 7-4 の攻撃出るか出ないかと言われてるぐらいで 7C2 は絶対出ないです今年は。はい。これは断言できると思う。多分出ないと思うんやけども、7C2 のね C っていうのはコンパクトの C になるので、よりね 7-4 とか α の7シリーズよりもこう最もコンパクトなモデルになるので、よりね小さくフルサイズを運用したいという方にはすごく向いていますので、こちらもねぜひチェックしていただければ嬉しいなというふうに思っております。はい、というわけでですね、それではラスト7個目いきたいと思うんですけれども、それがじゃじゃんとこちらでございます。はい。ソニー FX3 でございます。はい。これがね、もう、一番おすすめ。はい。もう、一番っていうかね、もう、買えるならやっぱこれがめっちゃおすすめっていうところで、ただですね、これは動画専門カメラです。はい。写真を撮りたいっていう方にはおすすめはできません。写真も動画も撮るならやっぱ 7C2 がおすすめで、動画一択。もう動画に全て書きますっていう方は、これがね、もう一旦間違いないです。はい。もうこれね、2021年ぐらいに出たカメラで、結構もう時間は経っちゃってるんですけれども、でも、こんなに時間が経ってるのに、これよりいい動画カメラが出てないんですよ。マジで出てない。はい。結局ずっと動画界の王者に君臨してるのはこのカメラです。FX3。はい。になってるので、ちょっとこれを紹介して終わろうと思います。スペックはこんな感じになってます。フルサイズセンサーで画素数がなんと1200万画素しかありません。で、ファインダーもなくて、モニターは144万ドット。ただですね、動画性能が最大 4K120 フレーム 42210 ビットになっています。で、クロップなしです。やばいです、これが。要は、4K で60フレームのスローモーションよりもさらに倍の 120fps のスローモーション。なので4倍スローかな。もう超 4K でスローモーションにできて、で、基本的に 4K60 とかをね、スローモーションってクロップが入っちゃうんだけど、これはクロップもないんですよ。その代わり音声が取れなかったりはするんだけど、そのね、こう、やばさがあります。で、手ブレ補正もね、5軸のね、アクティブ手ブレ補正もね、使うことができたりとかで、ボディ内手ブレ補正もしっかりと構えておりますし、で、さらに記録メディアが SD カードが2枚入るに対して、さらに CF エクスプレスってね、タイプ A のカードがより高速なね、もうちょっと値段は上がるんやけど、より高速かつ大容量でね、めっちゃ記録ができるカードがさらに2枚入ると、どっちかであるんですが、そういうね、ダブルスロット構造になってて、もうここもめっちゃいいです。で、重量がバッテリーと SD 込みでも 715g で、このね、性能って結構いかついんですよ。で、それがこんなに小さなね、筐体に入ってるっていう、このやばさが挙げられます。はい。このカメラはね、もうマジで、もうほとんどもうあればね、万能に撮ることができます。FX3 がね、動画界今間違いなく1位だと思うので、それがね、もう3年4年更新されていなくて、2025年も確実にね、このカメラはね、戦えるという風になります。
で、このカメラのね、さらにいいところは、画素数が低いと、1200万画素によって、夜の撮影がめっちゃ綺麗に撮れるんですよね。拡大するね、耐性はないんですけど、こうアップするとね、画素数が足りなくて、ちょっとね、弱くはなるんだけど、画素数が低いことによって、ノイズが生まれにくくなるんですよ。画素数が高いと、拡大しやすかったり、トリミングしやすかったり、印刷しても綺麗だったりするんですが、もうこれ写真撮らない前提になるので、動画ってね、4K は800万画素あれば十分なんですよね。ちょっと余談なんですけど、なので、よりこう動画に振り切ってるカメラになるんですね。なので、夜の映像とかとてもこんな感じでもうめちゃくちゃ綺麗にね、撮影をすることができるようになっています。もうほんまにね、このカメラがあれば、大抵のね、映像はこれで済みますので、ぜひですね、もう動画に命をかけるぞと。もう動画を仕事レベルでやってやるぞっていう方は、2025年でももう十分戦えるカメラかなと思いますので、この FX3 をね、ぜひね、検討していただいてはいかがかなというふうに思います。ちなみにね、レビュー動画も出しておりますし、あと今撮ってるね、カメラ実は FX6 ってね、もっと大きなね、1個上のランクのもので、ソニーのシネマラインっていうね、3、6、9とか、あと30っていうのもあるんですけど、その6で撮ってて、6のね、レビュー動画もこちらに置いておきますので、はい、概要欄からチェックしていただければ嬉しいなと思います。はい、というわけでですね、今回はね、7つに絞ってね、おすすめを紹介させていただきました。いかがだったでしょうか？みんながね、これいいかもという風なね、カメラが見つかっていたらね、すごく嬉しいなという風に思います。で、ただですね、僕も本当にいろんなカメラを使ってきた中で、7個に絞るって結構むずくて、僕はね、結構もうソニーのカメラでめっちゃ揃えてるんだけど、他のメーカーでもね、結構やっぱいいカメラまだやっぱあるんですよ。なので番外編として、これもおすすめだよっていうのだけちょっと紹介させてください。はい、一つはルミックス GH7 でございます。はい、このカメラですね、スペックもこんな感じになってるんですけれども、これはですね、マイクロフォーザーズセンサーという APS-C よりもさらに小さい、でも1インチよりは大きいセンサーになってるんですね。で、このカメラのね、もうスペックもうバグってて、本当に、これはマイクロフォーサーズっていうね、小型なセンサーだから叶うことではあるんですけれども、結構もう分かりますよね、このエグさ。もうね、この動画でたくさん皆さん学べたと思うんですけれども、もうわけわからへんスペックしてるじゃないですか。だってね、ファインダー368万ドット結構綺麗やし、モニターも184万ドットで、チルトフリーアングルっていうね、もうめちゃめちゃこう汎用性が高い。チルトもできるし、バリアングルとしても使えるみたいな、めちゃくちゃ万能なモニターを搭載してるし、動画精度も 5.7K60 フレーム、4K120 フレームの42010ビット、で、さらにアリログ C に対応とか、ロー動画のね、内蔵記録にも対応とか、プロレスも対応しているし、記録メディアスロットも、SD カードと CF エクスプレスタイプ B が搭載していて、で、手ブレ補正5軸 7.5 段とか、もうわけわからんぐらいもうハイスペックカメラなんですよね。このカメラね、僕実際に韓国のチェジュ島に行った時にね、ちょっと使わせてもらったりとかして撮った映像が、こんな感じなんですけど、びっくりするぐらい綺麗ですよね。もう本当にエグくて、この画像がちょっと今忘れられなくて、ちょっとこれ本当こう、購入するとね、マイクロフォーザーズマウント揃えないといけないから、ちょっとしんどいなとは思いつつ、でも買いたいなとは思いつつね、ちょっとこう迷ってるところなんですけれども、この GH7 えぐいですよ。そもそもこのアリログ C っていうのが結構やばくて、動画の業界、映像の業界でもう本当にトップと言われるね、カメラメーカーがあって、それがアリっていうものなんですね。で、そのアリのアレクサシリーズっていうもので、こう本当にこうハリウッド映画とか、もうみんなが見てるネットフリックスとか、もうすべてこのアリで撮られてるんですけれども、すべてというかほとんどがこれで撮られてて、で、そのアリのガンマを使ったアリログ C っていうね、ものがあるんですけど、それをこのカメラが入ってるんですよね。これ優勝のファームウェアをね、アップデートしないといけないんですけど、このこうガンマカーブで撮れるというところになってて、実際にこれ僕撮ったんですけど、めっちゃ綺麗やったんですよね。比較とかはね、明確にはできてないんやけど、なんかあの色が忘れられへんくて、本当に綺麗で、ちょっとこれはね、ちょっと皆さんに存在だけでも知っといてほしいなと思って紹介をさせていただきました。価格はね、新品27万円ぐらいとなるので、めっちゃ高いわけではなくて、でもめっちゃ安いわけでもなくて、すごい悩ましいですよね。はい、っていうところにはなりますね。で、ちなみに GH6 っていう前の機種がもうめっちゃ安くなってて、もう16万円ぐらいになってるんですよ。で、その GH6 もアリログ C をインストールすることができるようになったんですよね、アップデートで。はい、なので、ワンチャン6で楽しむっていうのも結構ありかなと思ってて、ちょっと一回6挟もうかなみたいな感じで迷ってるんですけど、これはね、動画をこうよりね、ちょっともう変態的に撮りたい方、動画を俺めちゃめちゃこだわったんで、みたいな形にはおすすめかなというふうに思います。ただね、マイクロフォーサーズっていうちょっとこう、本当に小さなセンサー、フルサイズでもね、結構小さなセンサーなんで、本当はボディもレンズも小型化であるというところがメリットなんですけど、このボディはめっちゃでかいです。ソニーの7シリーズよりもでかいので、ここは逆に注意点ではあります。はい。
そこはね、なんかあれ恩恵どこ行ったみたいな感じになるんですけど、でもね、フォーサーズでボディが大きめということで、このありえへんスペックが入ってるというところで、これはね、めっちゃ楽しめると思います。はい。で、次、本当の最後の最後の番外編として、最後、ニコン Z6-3 ですね。これもね、めっちゃいいと思う。で、写真と動画を今全くもうほんと不便なく始めるんだったらこれなんじゃないかなと僕は思ってます。これは去年出たカメラなので比較的めっちゃ新しいし、もうめっちゃ綺麗です。めっちゃ綺麗っていうかめっちゃ性能はいいです。ファインダーがまず576万ドットでもうわけわかるからめっちゃ綺麗やし、モニターも普通にバリ綺麗と。で、動画性能が 5.4K の60フレームと 4K は422 10ビットの 4K120 まで撮れますと。写真も動画も完璧ですよね。で、手ブレ補正5軸8段入っていて、N-Log 搭載 N-Log 内部収録できるっていう、このカメラはね、ちょっとなんか大丈夫かと、なんかちょっと心配になっちゃうぐらい、市場がね、はい、っていうぐらいちょっとびっくりしたカメラではありましたね。で、ニコンさんはね、レッドを買収したというところで、レッド社っていうね、さっきは紹介したアリっていうところと、映像業界もう一個ね、結構えぐいメーカーがあって、それがレッドっていうところで、そのレッドをちょっと傘下に入れたというか、子会社になったのかなっていうところで、ここからね、さらにニコンのカメラって動画がよりこう本格的に始まっていくような気がしていて、で、そのね、ちょっとこう、なんか伏線じゃないけどもうこの時点でえぐいやんみたいな感じになってて、それが N-Raw の内部収録なんですよ。カメラ本体で、写真って JPEG と RAW っていうね、データが撮れて、で、この RAW で撮ると、もう結構本当情報量がめっちゃ多いので、もう編集時に何とでもなるんですよ。ホワイトバランスとか、明るさとかの調整が編集時に好きなようにできるんですよね。これが RAW だとめっちゃ容量は大きくなるんだけど、本当に情報量が多いと。で、このね、RAW っていうのを動画でも撮れるようになっちゃってるっていう、結構わけわからへんことになってます。はい。ニコンさんのローなので N ローと呼ばれるものなんですが、それが内部で撮れちゃうという風になってて、N ログもね、使うこともできたりしますしっていうので、なんか写真だけじゃなくて動画も結構エグくねみたいな感じのモンスタースペックにはなっています。で、価格に関してはマップカメラで39万。で、ニコン公式が43万ぐらいっていうところで、安くはないです。ただ、FX3 とかよりは全然安いし、で、なおかつ写真も万能に撮れるっていうところで、そんな高くないような気はしています。で、中古だと33万前後ぐらいであるし、もう30ちょいとかで買えるので、なんか 7C2 とかと迷った時に、より動画を撮るっていうのであれば、これも全然ありかなというふうに思ってます。で、お前使ったことあるんかって言われると、めっちゃ使ったわけじゃないんですけど、友達のね、スヨルが、ニコンさんとの取り組みで、このね、カメラで作品を作るという風な機会があって、それにね、ちょっと手伝ってこう現場に行ってたりしてたんですよ。で、そこで、このカメラが2台あって、ちょっと僕も、そこの現場で色を見つつ、ちょっといろいろとお手伝いをしていたところで、現場もね、少数ではあったものの、結構いじってたんですけど、すごい良さそうで、結局仕上がった映像も見たらさ、普通に、めっちゃええやん、みたいな。彼のね、すごい映像を作る能力っていうのがまずめちゃくちゃやばいので、そこはあるものの、でもね、トータル的に、このカメラえぐいな、みたいな。ソニーのカメラ1個も持ってなかったら全然買ってたかもな、みたいな風に感じたので、この Z6-3 はね、結構、今マジで、モンスタースペックで、価格もね、ちょっとするけど、決して高すぎないというか、妥当な価格かなという風に思いますので、ぜひね、こちらもね、チェックしていただければいいかなという風に思っております。で、FX3 と比べるとね、夜はね、そこまで強くはないと思うので、そこはちょっとあれかなという風には思います。はい、というわけで皆さん、今回の動画いかがだったでしょうか。今回ね、2025年、今カメラを買うならどれを買うべきかというところで、おすすめ7選、そして、プラスね、最後に番外編を2つご紹介、させていただきました。今回ね、結構本当にいろんなバリエーションでね、紹介できたかなというふうに思いますし、なるべくね、僕がたくさん使ったことのあるようなカメラでご紹介させていただきました。で、他でね、富士フイルムのね、X106 とか XN5 とか、そういった最新のカメラをね、僕使ったことがあるんですが、106とかね、まだあるんですけど、ちょっともうさすがに買えなさすぎて、富士フイルムのカメラは、本当はお勧めしたいんやけど、ちょっとね、今回もう買えないっていうところで、もうめっちゃ人気っていうかもう在庫がなさすぎて買えないので、ちょっとね、一旦省かせていただいたという風な次第になっております。今回紹介したね、カメラたちのレビュー動画ほとんど、もう実際に僕出していますので、もしくは EOS R10 とか Z52 とかね、ここからレビュー動画ね、制作に入っていくので、そのカメラたちはね、ちょっと待っていただきつつ、このチャンネルはね、たくさんのカメラをね、結構網羅的にね、紹介、レビュ
できていると思いますので、ぜひね、気になるカメラと、動画があれば概要欄からね、チェックしていただければ嬉しいなというふうに思っております。でですね、僕、カメラをね、よりもっともっと楽しめるようなね、ビジュアルパークというね、オンラインショップを運営しておりまして、ここでですね、写真のね、カラーを変えるプリセットパックであったりとか、動画のね、ログ撮影を手助けするラットパックであったりとか、よりですね、動画をね、本格的にね、カラーの編集をしたいという風な方に向けた、パワーグレードパックとかね、あとはね、iPhone 用の Apple ログパックとか、さらには、最初紹介した ODMO ポケット用のパックとかね、そういったものを全て販売させていただいております。もしね、ここご存知なかった方はね、アクセスしていただいて、皆さんにね、お役に立てる商品があれば、ぜひね、お求めいただければすごく嬉しいなという風に思っております。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。今年もね、バンバンめちゃくちゃ動画をね、投稿していきたいと思いますので、ぜひですね、今年のね、動画もたくさん楽しんでいただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。